日本になくてアメリカにある手芸用品紹介していただけると面白いかなと思いますというリクエストで、日本になくてアメリカの手芸屋さんにあるものといったらあれかなと思います。行ってみましょう。安くて丈夫なのぴったりかな。かわいいし、まあいいかよし、収まりが良くならない皆さんこんにちは、春山のまちこです。今日は視聴者さんのリクエストで、日本の手芸屋さんに売ってなくてアメリカの手芸屋さんで売っているものあったら紹介してくださいっていうリクエストをコメント欄でいただいたので、多分あれかなっていうのが思い当たりますので、娘とアメリカの手芸屋さんに行ってきたので、その様子をちょっとお届けしたいと思います。で、動画の後半はこの間ロスで買ってきた可愛い生地を使ってゆっくりおしゃべりしながらバッグを縫っていきたいと思います。それでは今日も楽しんでいってくださいね。はい、ということで最寄りのアメリカの手芸屋さんに行ってきました。まず入ったところでフリースがセールになっていました。結構アメリカの手芸屋さんフリースすっごいいっぱい売ってるんですよね。で、ここが毛糸のコーナー。毛糸は日本の毛糸玉より数倍大きいんじゃないかなって思います。どうですか？全体的に巻きが多いですよね。こんな感じで陳列されています。これも大きいですよね。生まれたての赤ちゃんぐらいの大きさがあるんじゃないでしょうか。このね、緑の毛糸を買いました。大物を編んでみたくて大きいの買いました。これはチャンキーヤーンですね。で、本題のアメリカの手芸屋さんならではの手芸用品がこちらのコーナーにあります。これは全部キルトです。すごく種類がいろいろあって、そして何より大きいですよね。全部これキルトです。これなんかも巻いて売ってるんですけど、何メートルぐらいあるんですかね。日本でもキルト芯とかね、キルト売ってますけど、この規模では売ってないですよね。皆さんこれでパッチワークキルトとかラグとか作るんですかね。さすがアメリカですよね。このキルトはもう娘の背丈ぐらいありました。今回娘のキルトジャケットを作ろうとしてこのキルトを買ったんですけど、種類がいっぱいあってすごく迷いました。で、このマット、これは何に使うんですかね。これも絶対日本の手芸屋さんにはないですよね。何に使うんでしょう。で、ここは棒針のコーナーですね。このクローバーさんの匠の棒針がアメリカでもすごくたくさんの種類売られていました。今回私も輪針のセットを買ってみましたよ。で、この私手に持っているのが娘のキルトジャケットを作ろうと思って買ったキルトです。で、ここは生地のコーナーです。生地の棚が増設されていて、可愛い生地がたくさん増えていました。何も買わなかったんですけど、ちょっと嬉しくなってしまいました。ということで、いかがでしたか？はい、アメリカの手芸屋さんはすっごいキルト大
きいのいっぱい売ってましたね。やっぱりキルトが、パッチワークキルトとかが盛んなんですよね。日本では考えられないサイズのキルト、あとクッション、あれ何に使うんでしょうもしご存知の方がいらっしゃったら教えてください。はい。で、今日は後半はロスで買ってきた可愛い生地を使って、バッグを作っていきたいと思います。今度ちょっと旅行に行くことがあって、軽くて小さく折りたためるバッグっていうのは結構ね、役に立つんですよね。こうパッて上着を脱いだ時にパッて入れられたり、飲み物とか何か買った時にパパッと入れられたりで、不要になったらすぐ畳んでカバンに入れられるっていうのがとても役に立つなと日本一時帰国した時に改めて思ったので、今日は、旅行前っていうことなので作っていきたいと思います。早速ね、型紙から作っていきたいと思うんですけど、型紙を作るって言っても、先日子どもたちの習い事でエコバッグが配られて、そのエコバッグがすごく使い勝手が良かったので、ちょっとこんな感じでこう適当にこうちょっとこう測ってそれを作ってみたいなと思います。よっ、街がないエコバッグだったんですけど、でも物を入れるとちゃんと街になる。すごいね、使い勝手が良かったんですよね。これを買ってみて、40センチこうフリーハンドで適当にできました。こんな感じでできました。継ぎはぎだらけなんですけど、こんな感じで裁断していきます。今回使うのがこの生地ですね。ロスでこの間買ったロスの、生地問屋街で買った。気になる方は過去の動画で見てください。でこれ結構ね、しっかり薄いんですけど、すっごいしっかりしてる生地なので、ちょっと1枚で折りたたんだ時にバッグがかさばらない、こうやって折りたたんだ時かさばらないように薄い生地で1枚仕立てで作っていこうかなと思うので、薄くて丈夫なのぴったりかな。可愛いし、これ裁断していきたいと思います。でこっちは輪にしてこう置いて、もう一気に1枚にパワーッと切っちゃいたいと思います。ここもくり抜いちゃいます。よっ、はい、切れました。縫う箇所は本当に少ないかななっているので、こことここはバイアステープで包んで、こことここを縫い合わせたら完成早速縫っていきたいと思います。いつもはね、こっちの机で縫ってるんですけど、今日はちょっと撮影しやすいようにこっちで縫ってみます。脇とバッグの底を袋縫いで縫っていきたいと思います。まず外表で5ミリ縫っていきます。ずっと服を作って
るんですけど、だんだんね自分の服が揃ってきてこう満たされてくると、自分の身の回りの小物をこうやって手作りのものを増えてっていいですよね。身の回りのものが手作りになっていくと嬉しいですよね。じゃあ今外表で5ミリ縫ったので、今度は裏返し中表にして、これで1センチでまた縫っていきます。いつもは高速でダララッとこう縫っちゃうんですけど、今日はこう喋りながらゆっくりっていうテーマなので、ちょっとゆっくりめに縫ってみます。ゆっくり縫うのもいいな。今中表で縫ったところです。今日は底を縫っていきたいので、一回表に返して、じゃあ外表で5ミリで底を縫っていきます。皆さんは縫い物が好きですか？それとも編み物が好きですか？どっちもされますか？私の動画を見てくださっている視聴者さんたちは、皆さん何を手作りするのかなと思って、そこが縫えました。で、今度はまた裏返しにして、そこを1センチの縫い代で縫っていきます。この間初めて棒針編みをしたんですけど、すごい楽しかったです。ミシンもそうなんですけど、昔は絶対自分には無理だなって思ってたので、特に編み物は一回挫折しているから、難しそうだなっていう思いと、挫折した経験が重なると絶対無理って思っちゃいますよね。なんですけど、でもね、小さいものでもいいから、ちょっと1個でも何かできると、できたっていうね、成功体験ができると、ちょっと自信になって、その先の扉を開けられるというか、棒針編みはね、ずっとできないだろうな、自分にはって思っていたので、すごい殻を破ったような、そんな気持ちになりました。私の動画をね、見てくださる方もね、まちこさんすごいですねってね、ありがたくおっしゃってくださる方もいるんですけど、きっと見てくださってるってことは、やりたいな、やってみたいなっていう気持ちがね、あると思うのでね、もう簡単なものでもいいのでね、何か一つトライしてもらいたいなと思いますね。今底と脇が縫えました。表に返してきちゃうと嬉しいですよね。可愛いですね。よし、 OK。 内ポケット、こう畳んだ時にこう入れられる内ポケットを作っていきたいと思います。これがね、縫い代込みで17センチと縦が28センチの長方形で、ここの端っこは耳を使ったのでほつれないんですけど、こっち縦を三つ折りで、そこも三つ折りで縫っていきたいと思います。すごくしっかりした生地で折り目がつきやすいので、三つ折りアイロンでやってもいいんですけど、ヘラで三つ折りしちゃってます。
アイロンいちいちね出すのもめんどくさいのでもう大雑把なんです。まず三つ折り、ここ縦縫っていきたいと思います。よし、口縫えたので、また今度底の部分を三つ折りで縫っていきたいです。そしたらこう縫えたので、こっちが表なんですけど、こう折って脇を縫っていきます。これでいいのかなもらったエコバッグを見ながら、なんとなくこうやって作るんだろうなって進めてるんですけど、お洋服を縫うのが結構ハードル高くて、ちょっとなかなか洋服作りに手を出せませんっていうね、メッセージをよくいただくんですけど、スカートとかだったら、ギャザースカートとかだったらね、本当にまっすぐ縫うだけなので、しかもね、長い距離をこうタカ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 ーってこう縫っていくだけなので、下手したら小物作りより簡単なんじゃないかなと思って、なのでね、スカートだったらそんなにね、生地もね、何でも硬くてもいいし柔らかくてもいいし、あんまり生地をこだわらなくても神経使わなくてもいいのでね、作ってもらいたいなと思います。縫えました。縫えたら今度は表に返す。これで内ポケットの完成。ちっちゃすぎたかな、もうちょっと深い方が良かったかな。まあいいかはい、あとはこの、バッグ口とこの取っ手のここの部分をバイアステープで縁取っていくだけなんですけど、このバイアステープが足りるかなというところで、ちょっと当てて、足りないかな、足りないか白のバイアステープでやっていこうかなと思ったんですけど、足りなかったので、この手作りしてもいいんですけど、バイアステープちょっとめんどくさいので、この青の花柄、かわいいかな、バイアステープで包んでいきたいと思います。どこから縫っていけばいいんだろう。よし、じゃあここら辺からタラララララララーと中表に、いや、裏からちょっと落としミシンがちゃんとうまく綺麗にいくかわからないので、裏側からバイアステープの表の端をバッグの裏に合わせて縫い付けていきたいと思います。縫い始めは斜めに切って、バイアスに切ってから縫い始めた方が最後重ねた時にすっきり収まる気がします全部ね、独学なのでね、そうなんだろうなって思いながら、こうやって端っこは折ってから縫い進めていきます。こういう角どうやればいいんだったっけかな、こうやってなんかやり方あるんですよね。こうかな、こうだな綺麗なね、縫い方あるんですよね、角のね。もうすぐお昼なんですけど、皆さんお昼ご飯何食べますか？私はね、いつも本当になんか
時間がもったいなくて、すぐ食べれるもの、麺を茹でてもう何も入れないパーって食べたり、あとキムチチゲが好きなので、お豆腐とキムチ入れて、そこにおうどん入れて食べるとか、そういうの食べてますね。子供たち毎朝ね、子供たちと夫にはお弁当をね作ってるんですけどね、一応野菜とかいろいろお肉とか栄養を考えて入れてるんですけど、子供たちが水曜日はミニマムデーって言って、すごいお昼ご飯食べたらすぐ帰ってくるんですけど、幼稚園みたいですよねでも日本の学校も水曜日は早いのかな。そうでした。ですぐお昼ご飯食べて帰ってくるんですけど、そうすると私の食べたものがまだねキッチンに置いてあったりして、ちょっと何食べたのってちゃんと野菜食べたのっていう風にね、またキムチ食べてるとか突っ込まれるんです皆さん何食べてるんだろう。余り物ですかね。主婦は余り物ですかね。もう余り物で太っちゃいますよねいつも無言で縫ってるので喋りながらって難しいな。でもなんか慣れてきた気がする。ゆっくり縫い進めれば喋れるぞ。今どこら辺縫ってるんだろう。もうずっと今もう一つの取っ手の外側に来ましたね。バイアステープは最初折りたたまないで初めにこっちの端っこを縫うときはいつもね待ち針は使わないでこうやって縫ってるんですけど、最初の頃はね待ち針も打ってたんですけど、待ち針打ってる方がずれちゃうっていうか、待ち針打ってる自分がずらして打っちゃってるので自分の待ち針当てにならないなってことで、その場でこうやってちょっとずつ手で合わせながら引っ張らないようにこうやって縫った方が綺麗に見えるなと思って、それでこうやって縫ってます。いよいよもうすぐ一周しそうです。で最後はここ折り曲げてスタートしたんですけど、こうやってちょっと1センチくらい重ねて、ここ重なる時にここの縫い目とここ縫う時の重なる時の縫い目が同じ位置にあると折った時に綺麗になるので、そこを気をつけながら縫っていきたいと思います。1センチぐらい重ねて縫い終わりました。重なってるかな？重なってますね。そしたらこっちの縫い終わりも斜めに切って重ねますよ。こんな感じに切りました。よし。そしたら今度はこのバイアステープこっち縫えたので、表にこうやって折って包んでここを縫っていきます。ここもね重なったところもこうやって重ねて一緒に折ってこうやって折って縫っていきます。はい、じゃあこっちか
今度表側バイアステープ縫い付けていきたいと思います。お腹も空いてきたのでダララララと縫っていきたいと思います。この部分がバイアステープつきました。さっき作った内ポケットをここに内側に仮縫いしたいと思います。そしたらこの内側をバイアステープでさっきみたいに包んでいきます。今度は裏返して表をバイアステープ縫い付けていきたいと思います。はい、ということで無事縫い合わさりました。で、最後にここをパタンと2つこうなんかパタンって折ってここを縫うんですけど、なんかちょっと設計ミスをしてしまったみたいで、ここのもうちょっとパタンってやったら収まりが良くなるんですけど、収まりが良くならないこう何をどう失敗したかなんか説明しにくいんですけど、なんかシルエットがちょっと違うけど、とにかく荷物が入るからいいかなっていうことでこう半分に折って縫います。適当にコピーしちゃったからなそれがいけないんだね。ここの部分は縫い合わせて広げないと形が分からなかったから、どうやってやるんだろうって思いながら作ったんだけど、やっぱ違かったな。できました。どうですかね。なんか意外にね、底と脇本体を縫うだけだからパパパッと簡単にできるかなと思ったら、バイアステープ包むのほんとめんどくさかったなこんな感じでできました。ちょっと荷物入れてみましょうか。間違わなくても、ね、結構おほどで入れやすいんですよ。お裁縫箱入れてみましょう。お裁縫箱入れてみましょうか。こんな感じで、なんかこう街の設計ないんですけど、こうね入れやすいんですよね。これ入れてみましょうか。入りますね。こんな感じで入ります。こんな感じで使わないときは折りたたんでこの内ポケットに入れられるかな。これちょっとこれも設計ミスでねちっちゃすぎたらどうしよう、入らなかったりして、ちょっと入れてみましょう。入るかな。入る一応入りました一応入りました入ったとカウントしていいのかな。これぐらいちっちゃくなります。こうやって畳んでこうやって入れなくても内ポケットとして使えばいいですかね。これに入れない方がなんかコンパクトに畳める気がする。こうやってね、こうやって入れとけばいいんですねはい、そんなわけで今日はちょっとゆっくりおしゃべりしながらバッグを作ってみました。はい、ではここまで見てくださってありがとうございます。皆さんも体調に気をつけて、また来週も頑張っていきましょう。はい、
それではまた次の動画でお会いしましょう。今日はこんな感じでお送りしました。さよなら。